パープルをブルーで描きました。黄緑のを入れてます。白いハイライト。こんにちは、紅林遥です。普段は雑誌ケラの読者モデルや、無重力クッキーというバンドのボーカルをしています。今日はですね、私が2016年勝手に流行るのではないかと予想しているレインボーメイクを紹介したいと思います。それではレッツスタート。カラコンはオズのピンクという 16mm のものを使っています。オズのシリーズというのが、くるっと丸い縁がついてまして、その中にもう一層丸い色がついてるんですね。で、ギザギザしてないのでギャルっぽくならないというか、大きいながらもくっきりつるんとお人形さんみたいなイメージの瞳を作ることができます。カラコンを入れたら下地を作っていくんですけれども、下地に使っているのがマイ肌 CC クリームになります。 CC クリームというのはですね、塗ったらもうほぼ肌がカバーできてしまうので、これ以外はあんまり必要ないかなっていう便利な一本なんですけれども、これを塗った後さらにキャンディードールのコンシーラーを使ってます。このコンシーラーがですね、結構カバー力が高くて、アイとフェイスっていう2種類の、濃さが入ってるんですけれども、まずはアイって書いてある方で、目の下、涙袋の下なんかをこうポンポンポンって叩いていくと、普段こう影になっているところがこれで目立たなくなります。で、ニキビの跡や、あとはこの鼻の横のくぼみなんかもこういうので叩くとほとんどカバーできます。その後はフェイスって書いてある明るい方のコンシーラーで T ゾーンですね。眉毛と鼻、それから鼻の横から一歩外側のところなんか、この辺もくぼんでいるので叩くとちょっと明るいイメージになって、顔全体がマットな仕上がりになります。この2つを使った後にパウダーのセザンヌのファンデーションでポンポンと上から軽く粉をはたいていきました。こうすることによって汗をかかない時期なんかは上にパウダーをはたくとよれにくくて長持ちします。アイシャドウなんですけれども、まずは黄色いシャドウを目頭の上の方にのせました。1/3ぐらいまでかな。黄色いシャドウで塗りまして、真ん中、この瞳の中心ですね、瞳の中心の幅ちょうどこのぐらいに次の色をのせました。今回は一番発色が良くてこう明るい印象の色を真ん中に持ってきています。そうすることによってだいたいこういうメイクって配色によって印象がだいぶ変わってしまうんですが、明るい色を真ん中に置くとほぼ間違いなく、まとまって仕上がります。そしてピンクからグラデーションで目尻に向かって流していこうと思ったので、パープルをのせてアイラインよりちょっとはみ出るぐらい、この辺までをブルーで描きました。ブルーを目尻まで置いたら、今度は下に向かってこの全体メイクの1/3ぐらいまで黄緑のシャドウを入れてます。で、下まぶたの残り2/3は白いハイライトを置いていきまして、真ん中に赤いジェル状のシャドウを置いたんですけど、これはパウダーだと結構ぼんやりした印象になってしまうので、一つポイントとしてグロッシーなジェルのシャドウをポンと置いてみました。今度はアイライナーですね。目尻から置いていって自分の目頭の延長線上のラインまで下げたいなっていうのがポイントなので、その辺から目尻に筆を置いて真ん中に向かっていくととても綺麗に上手に仕上がるかなと思います。で、今度は目頭に向かってちょん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 と筆を置いていくような感じでラインを引いていきます。下はがっつり引くと濃すぎてしまうので、1個描いて1個休み、1個描いて1個休みみたいなイメージでまつげを描くかのようにポンポンポンとのせていくと、なるべく自然なまつげの影みたいなのを描けるので、下まつげをつける下地となっていきます。
こまでかけたら上まつげですね。自分のカラコンが始まるところぐらいからまつげを置いて持って目尻に流していくとつけやすいです。下まつげも上まつげの始まりの気持ち外側ぐらいからつけて、今回は目の形に沿うようなイメージでピタッとくっつけました。目尻が不安な人は最初は半分目頭からつけて、その後目尻をこうやって動かしながらどの辺がいいかなっていう感じで自分で見て、最後までのりをつけていいところにピタッとつけると失敗しにくいです。そしたらノーズシャドウを描いていきました。眉毛の付け根から小鼻のあたりまでシャ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 っと描いていきます。でこの時濃くつきすぎたりしてしまうと後から取り返しのつかないことになってしまうことも多いので、そういう時は自分の手などでポンポンポンって出してみて、このぐらいかなってなった濃さでのせていくととても安心して描いていけます。今度は自分のアイシャドウにかからないところまで、眉毛の始まりぐらいかな、このぐらいのところまでをシャシャシャっと線を入れていきます。そうするとなんとなくこの目のアイシャドウが強調されてる中、際がキュッと強調されて彫りが深く見えます。でハイライトですね。鼻の真ん中てっぺんですね、一筋スーッと白いシャドウを入れてきまして、眉毛の外側にも入れていきます。そうすると眉毛の内側にはシャドウを、外側にはハイライトという形でメリハリが出てくるので、お人形さんのような丸い凹凸ができます。そして色をのせていきます。私今前髪がピンクなので合わせてピンクで描いていきましたが、だいたい眉毛の半分ぐらいまで色をのせたら、今度は眉ペンで眉尻を引っ張って、今度は反対側からですね、眉尻から描いていきます。なんでかというと、眉頭から描くとちょっと濃すぎてしまったりとか、せっかくつけた色が消えてしまったりするので、加減を見ながら眉尻描いて、で今度は眉尻から目頭に向けて描いて、で最後目頭からシュシュとつなげていくようなイメージです。次にリップですが、まずは薄いベビーピンクの方からのせていきました。今度はワントーン濃いピンクで一回り内側を塗っていきます。最後に仕上げでツヤのある同じ系統のリップ、もうちょっと色味の強いピンクで真ん中とさらに内側の際ですねをポンポンと塗っていきました。最近こういう層に分かれて塗っていくリップが流行ったりしているので、それも意識しつつ、3色使ってみました。で最後星を顔に貼り付けます。5つ貼ってるんですが、目に向かって逆三角形になるようなイメージで貼り付けると、だんだんこう大きくなってるので、なんとなくデカめ効果が狙えるかなと思ってこの配置になってます。こんなに星いらないよって人は内側の2つをなくして目尻に逆三角形に3つっていう風にすると最初はいいかなと思います。髪の毛もまずは顔周りをストレートにしていきます。横の毛は若干内側になるようにシュッとストレートしてます。で前髪も量が多い人なんかは2層に分けて内側からストレートをかけるととても仕上がりが綺麗になります。そしたら、全体を巻いていきました。内巻き、次外巻き、内巻き、外巻きっていう風にはしてるんですけど、これが順番とか何個に1個内巻きとかあんまり関係なく、なんとなく自分のやりやすいようにやってもらえればと思います。で全部巻けたらツインテールにして結び、今回は結び目を隠すように毛束を本当にちょっとだけ取ってくるりと一周ゴムの周辺を巻きまして、最後を2箇所ピンで留めてます。
ツインテールができたら、巻きを若干ほぐしてボリュームを出しつつ、いちごのクリップとか小さめのものをつけて、あと顔の星に合わせてキラキラしたデコレーションアイテムをちょっと見つけたので、これもつけてみました。皆さんいかがでしたでしょうか？このメイクはですね、やってる途中も楽しくて、なんと落とすとき、メイクの拭き取りシートなんかでこうやってピッと落とすとすごくカラフルでまた可愛いので、ぜひぜひ試してみてください。他にもたくさん動画が上がっていますので、そっちもチェックしてね。バイバイ。